ちゃなんか中に水溜まってる音がするんだけど。こんな穴になってるけど大丈夫なんだね。こんなフロートみたいのをぶち込んで、多分ここが水抜き穴になってるのかな。こちらから水は入るんだろうな。これでひっくり返してここから水抜きできんのかな。ドーリーをつけてみよう。追加のスペーサーが送られてきたんだ。先端に取り付け発送された跳ね上げ通りに使用されている木製土台が気痩せしている事例があったんで、気痩せしている場合、同封の追加スペーサーで本体と木製土台の間に追加してご使用くださいね。まずこのドーリーの仕組みがいまいちこう使いづれえな。俺分解しないといけないんだ。戦場から手届くかな。使い方違うのか。ここから溜まった水出てる。裏面はこんな感じ。突起がキャリアに引っかかってこれより前に行けなくなってる。キーを入れてみます。間にするとフラットになってスムーズになる気がする。これウインチは到底置くスペースねえな。このウインチを置けるとしたらこの真ん中の空間になるところだろうな。若干こういうところの接合部分が怪しいな。こういうとこから水が入んのかな。結構なんかポコポコしてるけどこすった跡があるの。ボートが再び届いた。新しい船の紹介をします。今までサップとかゴムボートで釣りしてたんですけど、魚のトゲで膨らますやつだと穴が開くっていうリスクがあったんで、硬い船が欲しかったです。カヤックも硬いのとかあるけど、やっぱり手漕ぎよりもエンジンの魅力に取りつかれているんで、エンジンが乗せれてかつ硬い船で、あと車の上に積めるっていうのを条件で探した結果、ハンターボートっていうのが出てきて調べてたら、そのハンターカヤックを作ってる会社が去年からクラファンで新しくハンターボートカヤックっていうのを作るっていうので見て、クラファンに参加して届いたのがこれです。紆余曲折あってかなり時間がかかって、1年前ぐらいに注文して2025年の初めぐらいに来た。なんかボートとカヤックのいいとこ取りの構造になっているらしいです。水が入っても排水できるようになっているのと、浮力体、この浮力体がここと左右と下の部分に入ってるんで、この黒い下がなんか浮力体が入ってるんだよね。だからもし船が、割れたり穴が
開いても、てかそもそも多分穴開いてんだけど、こことか穴開いても沈まない不沈構造になってるらしいです。ボートとカヤックのいいとこ取り。クラファンではなんか6馬力積めるような仕様のやつとか、ここになんかいろいろオプションがついてるやつとか6パターン何パターンもあったんだけど、その中で一番シンプルな装備の2馬力仕様のものを買いました。24万ぐらいだったかな。去年のことであんま覚えてないんだけど24万ぐらいしました。でその後別途この専用の跳ね上げドーリーを、これ3万ちょいぐらいしたかな。ヤフオクじゃない、ヤフーショッピングかのフォーシーズさんのショップで注文して取り付けてこんな感じです。このドーリーってのも結構魅力を感じていて、しかも跳ね上げドーリーってやつね、そのやっぱ釣り場に着いてからこのドーリーを外して車に置いたりとか、そういう手間もないし、もう全て車からボートを下ろして荷物を積んでそのまま海に行くっていう、1往復もしない片道だけで釣りに行けるっていうのが結構魅力的だったんで、この仕様にしました。結構サップとかゴムボートとかでやってる時に車と浜辺を何回も往復して荷物を運ぶっていうことやってて、すごい面倒くさかったんで、それ1回でできるっていうのはかなりメリットです。これを買った一番の理由は穴が開かないこと。どんな魚釣っても船の上にドカーンって置いて写真撮ったり計測したり処理したりできるっていうのが一番の魅力です。穴が開くリスクがある時点で結構神経使いながら釣りしないといけないんで、なんか岩に吸ったりとかね、例えばそういうので簡単に穴開いちゃうから、インフレータブルだとね。その代わりインフレータブルだと畳んで持ち運びがしやすいっていうメリットもあるんだけど、この硬いボートの持ち運びは面倒だけど穴が開かないメリットはかなり大きいと思ったんでこれにしました。あと畳んだり膨らましたりする準備と片付けも多分こっちの方が楽、もう釣り終わったらここに持ってきて車の上に乗せて帰るだけっていう。トンボとこのボートの赤が綺麗だね。で、いってらっしゃい。これ結構重いんだけど、これを車の上にカートップするのは人力だとかなり無理じゃないけど超大変なんだ。ウィンチをつけて半自動化するっていうのもやってるんで、それは別の動画で詳しく解説します。ちょっと細かいところを見ていくんですけど、まず持ち手が先端にこれボートを引っ張れるようにこれがついてます。でここにハンター入ってますね。進む時に波をガンガン切りながら走ってくれる、こういう形になってますね。四角いボートとかあるけどそういうのと違ってこうなんか船っぽい感じになってますね。語彙力がもうなんか水を切ってスピードが出そうな形をしてる気がする。で D 管がね結構ついてて、中に123、これはちょっとウィンチでカートップするときに使うように後からつけたものです。1234567個物が落ちないようにここに留めたりとか、カートップする時のこういう補助の紐とかをつけておいたりとか。あと目立つのはこれなんだけど、これはまあオプションでペダルの推進器、ペダルで進むようにするやつをここにつけられるようになってます。俺はそれ持ってないんで使わないです。この穴は椅子ね、 DIY で作ったような感じの椅子がはまるようになってます。こんな感じで、木の椅子がつけられたりします。あとこれね、20センチないぐらいのレールが左右に1個ずつついてます。旗とか魚探とか何でもつけられますね。でこの穴が左右に2個ずつあって、フロートをつける場所、フロートもオプションであるんだけど5万ぐらい、3万か5万くらいか、それをはめる用の穴なんだけど、これそのままロッドホルダーとして使えそうなんで、俺はここはロッドホルダーとして使います。竿ぶっ刺す。ちょっともろもろ偽装した状態を後で写します。ここにここになんか水抜きの穴っぽいのがありますね。ここにも水抜き用の穴がこことこ
こ2箇所ってことは、多分船体の中に水が入ってもいいっていう前提でついてるんだろうな。入った時にこの穴から水を抜くみたいな。船ってなんか水入る前提で作られてるのかな、よくわかんないです。ここに左右に持ち手があります。ここの強度が若干心配だけど、これでこう持ち上げたりできます。でここにトランサムっていうエンジンを船外機つける場所ですね。アルミで補強してあります。ここにエンジンを取り付けます。この紐はウィンチ用に、ウィンチでカートアップするようにつけてあります。この跳ね上げ通りの脱着が意外とめんどくさくって、これを抜くとタイヤが外れるんだけど、最初このピンがバラになってて、このピンとこの棒だけあったんですけど、後からこの紐とカラビナをつけてピンをなくさないように、ちょっと工夫してます。この脱着を海上でやるのは結構無理ゲーなんじゃねえかって思っちゃうんだけど、こんな感じでピンを穴に刺して抜けないようにすると。この脱着は不安です。跳ね上げっていうか、もう簡単にガシャンってワンタッチで跳ね上げられるもんだと思ってたら全然違った。でこれ一応2人乗りっていうことになってます。まあスペース的には2人乗ってもギリ釣りはできそうな広さですね。基本的には俺1人で使うことになると思うけど、たまに海子乗ったり友達と釣りする時とかも使えるかなっていう感じです。ハンターボートカヤックのメーカーは沖縄の会社です。なので受け取る時は家までこれ送られてくるんじゃなくて、あまりにでかいから西濃運輸の営業所止めなので、営業所までなんかトラックとか、カートアップできるようにした状態で自分の車で取りに行く必要があります。あとは前かな、6ミリかな、6ミリのボルトで簡単に何でもつけられるのいいっすね。多分カヤックとかはこういうのついてるの多いと思うんですけど、俺ずっとインフレータブルだったからこういうの使ったことがなくて新鮮な感じで、旗のマウントつけて、この旗はおかっぱりに見切りをつけた男さんから買った旗です。メルカリで売ってます。ほんでこれは Amazon で1000円ぐらい、マウントとセットで。憧れのこれを買いました。ホンデックス CN2。 昨日いろいろ試してたんだけどかなり使えそうです。このマウントを楽天で3000円ぐらいで買いました。全部商品リンク貼っておきます。 M6 のボルトがついてて、ベースがワンタッチで外れてもう脱着できるようになってます。でまずこのベースをちょっとね、若干ボルト1本だと強度が心配だけど、下にゴムがついてて全体が密着するようになってるので多少の揺れは大丈夫だと思う。であとはこれをすると、でここで調整ができます。念のため落下防止にこんな感じで固定しとけば6万円の魚探なくす心配もないでしょう。でこの魚探本当は乾電池式で、乾電池8本ぐらい使って動くやつなんですけど、これ専用のリチウムイオンバッテリー、繰り返し充電して使えるバッテリーがあったんでこれも買いました。結構高い、1万円以上はしました、これだけで。ただ繰り返し充電して使えるっていうのと電池の持ちがいいらしいんでこれにしました。これについてはもうおかっぱりに見切りをつけた男さんに DM で聞いて、これ絶対これがいいって言ってたんでこれにしました。竿はもうちょうどいい感じで竿はぶっ刺さります。魚探ってあれ単体だと動かないんで、こういう振動子、水深とか魚影を測るセンサーをつける必要があるんですけど、ホンデックスから出てる振動子を船体に固定するためのものも買ってこれつけます。でこれをつける場所が、この船体が、全体的に丸いから基本的につけられなくって、前とか横は
ここ一択って感じですね。海に出たらドーリーを外してこれをここにつけるイメージです。このケーブルがちょうどここに届くぐらいの長さに調整してあります。もうちょい長く、もうちょい余裕持たしてもいいかな。あと忘れちゃいけないのがパドルね。俺がサップで使ってるのと同じパドルがついてきました。使ってるやつだから使い慣れていいんだけど、わざわざ新しいの出さなくていいか。パドルが落ちないようにリーシュがついてますね。リーシュは使おうかな。もしエンジンが壊れても陸に戻れるように、これは必須。エンジンが順調なうちはここにこんな感じで置いとく感じだな。こんな感じですね。エンジンとフラッグと魚探と振動子とあと釣り具を積んだ状態です。実際はこれにタックルボックスとかルアーケースとか釣り具を積んで海に出港する感じです。あと一応上げ下ろしとかの時に地面とかキャリアに擦れる場所はゴリラテープで補強してます。あとここがカートアップする時にキャリアの上の板に擦れるんで二重で補強してます。ゴリラテープっていうなんかめっちゃ高い強力な保護テープを買ってます。あとは裏側から見ると持ち手が先端とあとこことここ左右3箇所ずつついてますね。このペダル差し込むところはもう思いっきり穴になってますね。下に穴があるとなんかちょっと怖い感じがするけどそんなことないっぽいです。めっちゃ雨降ってきた。ぐるちゃん雨見ようぜ。